皆さんこんにちは。今日も最新のウクライナ情勢について、公開情報をコンパクトにまとめて地図を使って、いち早くわかりやすくお届けします。よろしくお願いします。チャンネル登録して通知をオンにすると、動画公開時に連絡が来ます。過去の動画も再生リストから合わせてご覧ください。ウクライナ情勢。ロシアがキーウに侵攻してから929日となりました。まずは全般的な事柄です。ウクライナ軍の参謀本部の最新の発表によると、ロシア軍の損失は、兵士1150名、戦車3両、装甲戦闘車9両、砲26門、ドローン33機、その他車両46両、となっています。戦線全体では、1日で168回の地上戦の報告がありました。そして、視覚的に確認できるウクライナ軍の装備の損失数とロシア軍の損失数の比率は1対 5.0 で、ウクライナ側の損失数に比べ、ロシア側はその5倍になります。ロシア側の損失は民生用のバン、歩兵戦闘車、SUV、自動車、バイクが多く、装甲車両の使用を抑えているものと思われます。反対に、ウクライナ側は、対地雷装甲車、装甲戦闘車が目立ちます。ウクライナ情勢に関するニュースを厳選して、簡単にお伝えします。YouTube のチャプター機能で必要なところを見ることもできます。1番目。元アメリカ陸軍司令官のホッジス中将は、ザ・サンのインタビューに答え、プーチン政権の崩壊が遠くないことを示唆しました。白票の上のプーチンのタイトルの記事で、元司令官は、ロシアのオリガルヒの資金が尽きれば、プーチンの忠誠心も消えると述べ、西側の制裁により、外国との貿易が断たれ、出国もできないオリガルヒの不満が、プーチン失脚の決定的な要因になる可能性を指摘しました。ちなみに、オリガルヒとは、ソ連崩壊後に富を蓄積したロシアの超裕福層で、下等政治家とも表現されます。同氏は、続けて、オリガルヒたちは、アドリア海にいる愛人のところに行くこともできない。子供たちを、ロンドンやスタンフォードの学校に通わせることもできない。そして、その時に、何かが起きる可能性があると思うと述べました。そして、元将軍は、ロシアの打倒が戦略的目標なら、我々は、ロシアとオリガルヒに対する圧力を継続すればよいと述べました。また、もう一つの方法として、長期政権のリーダーに対する信頼が弱まり始めると、変化が急速に起きる可能性があるとして、国民によるプーチン政権打倒も指摘しました。しかし、こちらの方については、ロシアでは、ベラルーシやイランと違って、路上で抗議活動は見られず、いつかは状況は変わるかもしれないが、いつになるかはわからないと、やや懐疑的な見方を示しました。2番目。イギリスランカスター大学の上級経済学講師のルノーフ・カール氏は、ウクライナ戦争が2年目を迎える中、ロシアが直面する悲惨な経済状況を指摘しました。同氏はビジネスインサイダーで、ロシア経済はウクライナ戦争に全振りし、戦争に支配されてしまった。モスクワは、もはや戦争に勝つこともできなければ、負けることもできなくなってしまったと分析しました。同氏によると、戦争が長引くにつれ、インフレと労働力不足から、ロシア経済が打撃を受けていることは、この動画でも何度も指摘していますので、割愛するとして、仮にロシアが勝ったとしても、同氏は、制裁は継続し、世界市場からロシアが孤立したままとなる。自国のインフラすら大きく劣化している中で、今のロシアに、ウクライナの占領地を支配して再建させるだけの余裕は全くないと指摘し、勝利しても世界から孤立し、荒廃したウクライナ占領地の併合が、ロシア経済のさらに重荷になると述べました。同氏は、ロシアが勝っても負けてもロシア経済が崩壊する中で、唯一の解決策は戦争を終わらせないことだと述べ、ただし、その時でもロシア経済は長く致命的に暗いものになると結論付けました。結局、
どう転んでもロシア経済が崩壊する可能性が高いということでしょうか。3番目。ロシアでは離婚が規制される模様です。プーチン大統領は、より多くの子供を産むように促し、自らの肝入りで、大家族が当たり前になる国家プロジェクト家族計画を発表し、これに沿った特別人口作戦が実施されています。さて、今回、モスクワタイムズがリア・ノーボシチの記事を引用するところでは、ロシアの夫婦が離婚を決意した場合、夫婦は心理学者と面談することを義務付ける法案が出るとのことです。また、法律には、裁判所の権限で離婚届を出しても、離婚の効力を遅らせ、その間に仲直りするように促す条項も盛り込まれる予定です。ロシアでは、すでに離婚の手数料が650ルーブル1100円から5000ルーブル9000円に大幅に値上げされました。ちなみに、ロシアの世論調査では、ロシア人の離婚の理由の 33% は、貧困で家族を養うことができないとされ、この効果は期待できるかもしれません。それでは、各地域の戦況です。戦況の変化のあるところを中心にお伝えします。その変化は、大画面でフルスクリーン表示にしていただくと、日付とともに追いかけることができます。説明にあたり、海外の例を参考に、ルジアンとカルシアンなどと呼んでいますのでご了承ください。北東部クルスク方面、ハルキウ方面。8月6日にウクライナ軍がクルスクに侵攻してから32日となりました。クルスク方面。作戦に影響を与えるクルスクの天気は晴れ。最低気温13度、最高気温27度。今日の天気予報は曇りとなっています。この方面でウクライナ軍は今後予想されるロシア軍の反撃に備えて防御を固めつつあります。ロシアンの軍事ブロガーはウクライナ軍がクルスクに追加の部隊と工兵部隊を送っていると伝え、ウクライナ側の情報ではロシアン軍がシベルスク方面から1個空挺連隊と偵察大隊、クラホフ方面から1個自走砲大隊を引き抜いてクルスクに再配置していると伝えています。グルジボ方面。この方面では、ウクライナ軍はロシアンの補給線を標的にしています。そのうち、ウクライナ国境に近いカリジでは、位置情報付きの映像によるとウクライナ軍は、セイム川に架かる3番目の橋を破壊し、ますます通行が困難になりました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍のホルンドローン部隊のもので、地図に示した場所の様子となっています。こちらは、戦況図に変更はありません。それ以外には、クルスク方面で地上戦の報告はありますが、戦況図に影響のある情報はありませんでした。ハルキウ方面。リプツィ、フリボケ、ボフチャンスクの戦況についてお伝えします。この方面で、ルジアンは、ボフチャンスクで1回攻撃を行いましたが、ウクライナ軍が撃退して、戦況図に変化はありませんでした。また、ボフチャンスクでは未確認の情報として、ロシアン軍は、同胞が包囲されて投降せず踏みとどまっているはずの骨材工場に向けてサーモバリック爆弾を投射したとの情報があります。北東部ルハンスク州方面。東部チャシフヤール方面。クピャンスクからチャシフヤール方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、クピャンスク方面で17回、スバトベクレミンナ戦で25回、シベルスク周辺で7回、チャシフヤール周辺は6回、トレツクの方向に8回攻撃を行いました。シベルスク周辺。この方面では、双方が攻撃を行っています。1番目。位置情報付きの映像によると、リムカの南の地図で示した場所では、森の妖精がやってきて、森林が火事になりました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第108山岳突撃旅団のもので、
地図で示した場所の様子となっていて、この場所がロシアン軍の最前線となっていることがわかります。最近、晴れの日が多いので、ちょっとしたことで火が広がるのかもしれません。戦況図に変更はありません。2番目。また、位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍は、ロズドリフカの北の地図で示した森林境界に攻撃を仕掛け、ルジアンから陣地を奪いました。ロシアン軍が奪われた陣地に対し砲撃を行い、それに対して、ウクライナ軍も機関砲で応戦しています。ご覧いただいているのは、ロシアン軍の撮影したもので、地図で示した場所の様子となっています。この場所は、7月11日にルジアンが占領したところで、最近占領したロズドリフカへの数少ない補給ルートとなっていましたが、補給線の一つが切られたことになります。その範囲をロシアン軍の占領地からウクライナ軍が奪還したとして戦況図を更新しました。3番目。また、ペレイズネでは、ルジアンは数えられるだけで、集落の北に20発程度の砲撃を行い、ウクライナ軍の動きを牽制し、南側の線路に攻撃を仕掛け、ここは線路まで前進しました。その範囲を、係争地からルシアン占領地として戦況図を更新しました。トレツク方面。トレツクでは、ロシアン軍の突撃兵が、建物から建物に渡り歩いて前進しています。位置情報付きの映像によると、ロシアン軍はトレツクの南東にある刑務所の付近で活動しています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第100機械化旅団のもので、地図で示した建物でロシアン兵を観察している様子となっています。係争地内の出来事ですので、今のところは戦況図に変更はありません。南東部ドネツク州ポクロフスク、クラホフブレミフカ方面の戦況についてお伝えします。この方面でロシアン軍は、ポクロフスク方面で44回、クラホフ方面では42回、ブレミフカ方面で6回攻撃を行いました。伝えられるところでは、ウクライナ軍は8月末にクルスクからポクロフスクに作戦の焦点を変更し、シルスキー最高司令官は、ポクロフスクに数日入って、防衛の強化に当たったと言われています。その後、この方面に増援を投入することを決め、その効果は1週間も経たずに現れました。とはいえ、安定化したとまでは言えず、ウクライナ軍の第47機械化旅団のメルニク士官は、6日に、この方面が安定化したというなら、私はバレリーナになっていると述べました。同氏は、続けて、ルジアンは前進を続けているが、ポクロフスク、セリドベ、クラホフを同時に攻撃する力はない。敵は、一つに絞って、我々の防衛を突破している。現在は、ウクラインスク、ヒルニクの方向に向かっていて、この場所は、ネベレスケを包囲することができるため、敵ながら上出来な作戦だと述べました。ウクライナでは、例年、そろそろ泥濘期が訪れますが、軍事専門家の意見をまとめると、ロシアン軍が近い将来ポクロフスクを占領することはできないものの、ポクロフスクに近づくことができると評価しています。ポクロフスク方面。この方面では、戦況図に影響のある情報はありませんが、ロシアン軍はポクロフスクを占領するために、まずセリドベを占領する必要があると考えているようで、現在は、その戦勝地となるミハイリフカで激しい戦いとなっています。そのミハイリフカでは、位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍のカラダク連隊は、ミハイリフカに攻撃を行い、ロシアン軍の攻撃部隊を全滅させた模様です。カラダク連隊は、新しく投入された特殊作戦部隊です。映像はお見せできませんが、ロシアン軍の兵士が、多数地面の上でお休みになっている様子が確認できます。一方、ロシアン軍は街を隔てる線路の鉄橋に空爆を行って、ウクライナ軍の退路を塞ぎ、地図で示した工場の入り口で、ウクライナ軍の T64 が1両破壊されました。クラホフブレミフカ方面。この方面でロシアン軍は、クラスノホリフカ、
ヘオリーフカ、コスティアンティニフカ、ボジャネ、ブフレダールに攻撃を行いましたが、ウクライナ軍が防衛し、戦況図に影響のある情報はありませんでした。後方地域。1番目。ベルゴロドのボルコノフスキー地区で爆発があり、燃料タンクで火災が発生しました。また、同じベルゴロドのニコルスコエの工場で火災。昨日の動画で、北朝鮮の KN-23 弾道ミサイルを保管してあったとお伝えしたボロネジのオストログロジスクの弾薬庫が引き続き炎上しているとの情報があります。2番目。ウクライナのパルチザン組織のアテシュによると、クリミア大橋で過去のウクライナの攻撃とロシア軍のずさんな保守により橋が崩壊しています。直近に撮影されたとするクリミア大橋の映像では、潮風に当たっているためでしょうか、橋の欄干に錆が発生し、曲がっているところが確認できます。コメントによると、占領当局も軍も橋のメンテナンスを行わず、橋は吹きさらされて脆弱になっていると指摘しました。南部ザポリージャ州、南部ヘルソン州。この方面でロシア軍はザポリージャ方面では目立った地上戦の報告はなく、ドニプロ川付近でロシア軍が11回攻撃を行いましたが、ウクライナ軍が防衛し、前線に変化はありませんでした。今日は以上です。戦況の分析やニュースの感想、最新情報など、ぜひコメント欄にお寄せください。最後に、視聴者様にお願いがあります。このチャンネルにはサブチャンネルがあります。また、関連する Twitter、ノート、Telegram、ニコニコ動画があります。普段はこのチャンネルで発信していますが、何かあった時は、これらのメディアで視聴者様にお知らせすることがあるかもしれませんので、ぜひ、どれか一つでもチャンネル登録、フォローの方をお願いします。リンクは概要欄にあります。ご視聴いただきありがとうございました。